I taught you. こんにちは、辰丸です。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は前回の熊狩り動画の改訂版となります。主にアップデートの影響を中心に解説していきます。またメンバーシップでは個別の育成相談、プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。最新攻略グループも絶賛稼働中です。楽しく研究したい方の参加をお待ちしております。今回の動画ははじめにアップデート後の影響、各世代最適編成の順で紹介・解説していきます。まずはじめに評価基準について説明します。火力は MAX30 とし、それぞれの編成火力を数値化していきます。編成難易度は MAX10 とし、簡単に編成できるものほど高く表示していきます。比率はあくまでも参考値です。個々に微調整してみてください。またダメージ更新のない世代はスキップしていきます。次は熊狩りにおいてのアップデ影響を見ていきましょう。この世代で主に影響を受けた英雄は3人です。ゲロニモはより火力が上がるスキルに変更されました。結果熊ダメが上昇します。次はヘクトーの超強化です。弓兵の余ダメージがさらに上昇、攻撃するごとの減退が改善となりました。これにより熊だけのためにゲロニモの育成はしなくても良くなりましたね。最後はナタリアです。ヘクトーの大幅強化により相対的に最適枠から除外となってしまいました。弱くなったわけではありませんので、1から5世代までは変わらず使えます。ただ5世代以降はヘクトーが最適枠となりましたね。それでは早速7世代から見ていきましょう。まずは最強編成です。盾英雄はジェロニモ、槍英雄はミヤ、そして弓英雄に7世代ブラッドリーを使用してください。比率は参考ですが、盾 5%、槍 5%、弓 90% を使用してください。7世代以前とは桁違いのダメージに期待できます。次は無課金者向け編成です。盾英雄を超強化されたヘクトーに変更してください。アレットを持った方も多いと思いますが、編成難易度も下がってるのに火力評価は変わらないですよね。なんと最大値ではヘクトーの方が高く、無課金のみならず多くのプレイヤーに最適と言えるほど強力となりました。ゲロニモとヘクトーを熊で簡単に比較していきます。まずは特徴です。ゲロニモは全兵士との相性が良く、安定性は高いです。逆にヘクトーはスキルの性質上不安定です。そもそも槍英雄ミヤを組み込む時点でかなり不安定になることは覚えておいてください。次はダメージ比較です。5回のトータルダメは誤差でジェロニモでした。最大値ではヘクトーでしたね。育成難易度もヘクトーの圧勝で、すでにジェロニモがカンストでもない限りはヘクトーに軍配が上がるということです。ただ今回は5回分のトータルダメ評価を最優先とするので、最強編成はジェロニモとします。8世代での更新はありませんので、次は9世代を紹介します。弓英雄を9世代修羅に変更することで少々ダメージ更新ができます。ただ10世代で即最強格から降板となるので、熊ダメだけのための育成はおすすめできません。次はヘクトーを育てられなかった方向けの代替編成を紹介します。旧世代盾英雄のマグヌスを使用してください。
弓は育成コストを考えるとブラッドリーの使用が無難です。旧世代から育成に力を入れ始めた方向けの代替編成でした。次は無課金者向けです。これは7世代からそのまま使用してください。周りも強力であればこれでも十分報酬カンストを狙えるようになりましたね。次は10世代を紹介します。この辺りから熊ダメのインフレが激しくなる時期です。それでは最強編成からです。イエローミアの鉄板編成にブランシュを追加してください。ブラッドリー使用時よりも大幅更新できます。ラキルレキャラで育成しやすい点も高評価です。次は無課金者向け編成です。実際に装飾ないダメージに期待できるのでゲロニモがカンストプレイヤー以外はこちらがおすすめとなります。またどうしてもかけらやダイヤが厳しくて熊狩りだけの活躍でいいという方はあえてブランシュを育成しない方針も悪くありません。熊狩りに全力な特殊ケースの紹介でした。次は11世代を紹介します。はじめは最強編成からですが弓英雄をルーファスに変更してください。ブランシュと1世代しか変わらないのに評価火力25と別格のダメージに期待できます。9世代から11世代までは怒涛のダメージ更新があるため英雄の選択に悩みますよね。次は無課金者向け編成です。こちらは10世代編成をそのまま使用となります。全イベントを総合的に活躍したい方は無難にこのままでいいでしょう。しかし自分は熊を最優先にしたいんだという方は10世代でブランシュスルーの仕込み押しかけらでルーファスの解放はありです。またこの後の紹介でわかりますがここではルーファスの活躍期間はとても長いとだけ言っておきます。話をまとめるとブランシュはマルチに活躍でき遠征も最強格です。一方ルーファスは圧倒的な熊狩り闘技場性能を誇りますが遠征では微妙でブランシュに負けてしまいます。タツマルは中課金クラスなので2人とも獲得。無課金クラスなら熊最優先かそうでないかでどちらを獲得するか決めてもいいでしょう。次は12世代を紹介します。最高ダメージの更新はありませんがミアを育成できなかった方向けの代替編成を紹介します。12世代カロールはミアのように上振れ下振れがなくダメージが高水準で安定してくれます。十分にミアの代用ができますのでおすすめです。もちろん盾がゲロニモでも弓がブランシュでも使用できますね。次はミアとカロールについてまとめます。まずは特徴から説明しますね。ミアはスキル性質上上振れ下振れが激しいです。一方カロールは安定性が高く下振れ下ミアよりダメージが出ることはあります。またお互いに専用装備の育成は必須級です。次は1回5回分のトータルダメの比較ですが熊だけで言うとミアに軍配が上がる結果となりました。次は13世代を紹介していきます。まずは最強編成ですが解像度を上げた結果残念ながら13世代弓英雄ウルカヌスでは更新できませんでした。かなり近しい火力ではあります。次はまだ10世代ブランシュを使用していた方向けの編成案です。現在のタツマルの無課金アカウントも使用している編成ですね。自集結でも 1B ダメージが出せたりとかなりの高火力です。
そして熊溜最優先におすすめなのが、11世代で温存したかけらをルーファスに投入した方の編成案です。つまりは熊だけを最優先とするならウルカヌスもスルーできるわけですね。次はルーファスとウルカヌスについてまとめます。まずは特徴から説明します。ルーファス、ウルカヌスともに熊闘技場性能は高いです。熊ダメだけ見たときはルーファスに軍配が上がりますが、総合力ではウルカヌスが圧勝です。特に集結主クラスの重課金は2人とも獲得。マルチに活躍したい無課金ならウルカヌスの獲得。熊ダメ最優先やダイヤを温存したいならルーファスの獲得をおすすめします。次は14世代を紹介します。まずは最強編成からです。解像度を上げた結果、ドミニクはミアを超えると検証できました。ミアのカンストを超えるためにはかなりの育成が必要と覚えておいてください。次は無課金者向け編成ですが、ここは13世代から変更はありません。熊だけのためにドミニクの育成はあまりおすすめできないため、こちらが無難となります。次はミアとドミニクについてまとめます。まずは特徴から説明します。ミアはご存知の通りダメージの振れ幅がとても大きいです。ドミニクは全てのスキルが全部隊強化スキルではありません。ここでは比率の工夫が必要とだけ言っておきます。また専用装備は両者とも必須ですね。肝心なダメージですが、ついにミアを上回る火力を発揮するのがドミニクです。ただかなりの育成は必須で、ミアのカンストを超えるにはドミニクの星5専用レベル6ほど必要となりますね。最後に2026年3月時点における熊狩り環境について説明します。熊狩りの主な目的は無料で精錬石を獲得することです。改定前の動画の時点で精錬石が非常に余りやすい環境でしたが、さらに顕著となりました。圧倒的にレジェンド装備不足環境ですが、10世代以前でも報酬アップに期待できるということですね。たつまるの動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。